つおつおー、アニリムだよー。これをずっと言いたかったんですよ。アジリムは今滋賀県大津市に来ています。つまりおつおつおー、おつおつおが自動翻訳されるときはだいたいおつおつおになってて、ここなんだ。大津は初滋賀県です。で、アジリムが今いるのは滋賀県の瀬田駅。瀬田、ジモティーの先輩いますか？なぜここに来たかと言いますと、アジリムが見たい川、そして見たい橋があるんですよ。なので今から早速そこに向かいたいと思います。今ちなみに朝の5時ぐらい、もう6時になったかなくらいなんだけど、結構人がいます。びっくり、大都会だね。それでは早速行ってみましょう。このマップには載ってないな。おつおつおー、おつおつおー、記念写真撮ろう。いやー、初大津ですよ。浮かれています。ずっとね、気になってたんですよ。そのさっきの理由で。どうでもいい理由だけど、意外と大事じゃん、そういうの。ここを右に曲がるみたい。あ、滋賀銀行だ。滋賀バンク。滋賀バンク。記念写真撮ろう。すげえ、本当に人がいっぱいいる。朝からもうなんかめっちゃ若者の集団とかいるし、車もすっごい通ってるし、とてもね、今6時とは思えない。ワンチャン京都並みに多いと思う。マジで誇張じゃなく。ちょっと住宅街は静かだけどさ、滋賀と言ったら皆さん何を思い浮かべますか？そう、あれですよね。琵琶湖。私琵琶湖見たことなくて、初琵琶湖見れるかな？見れるよね、きっと。滋賀のパチンコだ。でけえ。駅前最大。だいたい瀬田駅から30分くらい歩くってナビには書いてる。いいお散歩ですね。全く知らない場所だけど、なんか妙に落ち着く雰囲気がある。なんでだろう。これ今歩いてるこの道、暗渠だと思うんですよね。なぜならば、この段差があるし、まあここは明らかに水通ってるよね。ほら、暗渠だ。第一滋賀暗渠発見。幸先がいいですね。電車、そして川ですね。これも琵琶湖のところからつながってるんでしょうか。アジリムが行きたい瀬田の唐橋ってすっごい有名な日本三大名橋って言われてる橋なんですよ。歴史がものすごくある橋。新幹線から瀬田の唐橋がね、いつもちらっと見えるんですよ。今日は実物を間近で見られるということで、寝れなかった。ちょっと声カスカスかもしれないんだけど、2時間ぐらいしか寝れなくて、なんか緊張してる。なんかもう本当にいろんな伝説があったり、歴史の舞台になってきた川で、もう要なのって、要の場所で争い事をやるときにはもう大体そこをどこが抑えるかが大事だった。瀬戸の唐橋を抑えれば勝てるみたいな言葉があるぐらい本当に大事な橋なんだってさ。今アジリムが歩いてる東側から京都の方に向かうにはもう絶対通るんだって。だからその京都の方に行って攻めるにはもう必須な橋。国道1号に出ました。おー、ここをまっすぐ行けば京都に着くし、
こっちをまっすぐ行けば江戸、東京に着くんだ。すげえ。いつか国道1号の旅とかカブでやってみたいな。大江4丁目、大江千里の町ってこと？夏休みはやっぱり短い。大江、次は久保江だって。その次は昭江？わからない。あ、久保江、大江、東江。なるほどね。おしゃれって思ったら交番だって。しかも白バイじゃない、黒バイだ。おつおつおー。アズリムチャンネル。なんかさ、川がいっぱいあるね。海峡、こういうちっちゃいせせらぎ、川がいっぱいある。これ多分全部さ、つながってんだよね、琵琶湖に。だって滋賀の水といえば琵琶湖でしょ。これ、ここ大事なポイントだ。脱毛じゃなくてそこめっちゃ重要な分かれ道が見えてきたよ。の前にまたちっちゃな川だ。あれ、待てよ、滋賀ってさ、見えてきました。1号線、東海道と旧東海道の分かれ道だ。わー、ここが運命の二股。これ右に行けば京都って書いてるけど、新しい風の東海道で、左に行けば石山、旧東海道。アズリムが選ぶのはじゃか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 じゃん、旧東海道石山方面です。分かれ道には謎に石が点在しています。あれって京都の山かな。綺麗だね。ズン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 、なんか空気感出てきたよ。これもう昔のメインストリートって感じのさ。すげえ、今旧東海道歩いてるよ、アズリウム。あの大名たちも通ったであろう通りを歩いてるよ。すごいね。結構平坦だな。もともとここは山とかじゃなくて開けた場所だったのかな。平地みたいな。すごい優雅な朝だわ。のんびりとお散歩できててさ、私この後大学なんだけど、大学の授業なんだけどさ、間に合うのかな。琵琶湖はまだ全然見えないね。気配もない。水の匂いもしない。どこにあんだ一体。琵琶湖って滋賀県の6分の1を制してるらしいんだけど、ジームは今6分の5を歩いています。琵琶湖見たいよ。やっぱさ、すごいこう歴史を感じるお家が立ち並んでるよね。あんまり映すのも良くないかなと思って映せてないけど。お、瀬田の唐橋 0.7 キロ、もうちょっとです。今 1.7 キロ歩いたんだ。あ、旧東海道の説明。あ、大名の参勤交代ね。そうそう、それそれ。味も今参勤交代をしてます。旧東海道、でっかいタヌキだ。ありがたいね。この橋は何なんだろう。あ、書いてる。一級河川高橋川。高橋さんの川がありました。おー、いい色。超エモいバス停発見。バス1時間に1本だって。みんなあんまりバス乗らないのかな。バス社会ではないのかな。そういえば結構さっきからチャリが多い。あじむこういう道大好きなんだよね。
40キロ制限、片側1車線。バイクでも走りたいな。めっちゃ気になる神社発見。雰囲気がすごいある。うわー、すげえ。今 Google マップでちょっとどんな神社か調べようと思ったけど、マップに載ってないんだよね、ここ。もしかしてアズリエムにしか見えてない？今またちょっとした川というか用水路、こういう不思議なぐにぐに道も川の跡なのかなと思ったり、ここからさこうつながってるみたいな。だって真正面には流れてないんだもん。教育パワーシューズねえ、これ絶対川の跡としか思えないんだけど。こうつながってるみたいな。どう？お邪魔します。寄り道しちゃう。道が複雑やね。なんか迷路みたい。こんなところでウーバーイーツの注文したら配達めっちゃ困りそうやね。なんかすごいとこなんかな。なんか誰かのお家っぽい。すごい綺麗にお花も咲いてる。Google マップがこっち行けって言ってんだけど、本当かな。このまま川に行けるらしいんだけどさ。ここ渡って本当か。なんか出た。バス停の名前橋本ってことはもう、あれか。ちょっと見えてる気がする。いつのナショナルだって。単1単2単3電池自販機。蔵とかを改装してお店にしたのかな。古い感じ。そしてあれだな、来ましたよ。街灯もおしゃれやね。なんか雰囲気出てますね。ここがかの有名な瀬田の唐橋です。人いっぱい。なんか書いてるぞ。大津市古都指定都市瀬田の唐橋。瀬田橋を制する者は天下を制する。これが有名な田原灯太か。なんかやってる。アリアだ。ベネチアてかすごっ、この橋。すげえ、これなんだ。来ちゃったよ、ここまで。うわーやばいやばい。ちょっとどこまで引いても全部収まんない。よいしょ。ここか。すごーい。おっきいね。日本三大名橋瀬田の唐橋。どっから撮ったら一番映えかな。気持ちよさそう。ウンディーネがいるよ。中之島どこって思ったけど、もしかしてここ中之島？こっからさビューンって、ここで数々の歴史が生まれてきたんだ。橋の下がさ、なんか鳥居みたいになってるよね。橋の下ってだいたい三角形になってるじゃん。なんかすっげえ騒がしい。元気だね。まだ7時だよ今。すごい鳥居っぽいのも神々しいな。
この川が、これが瀬田川なんだって。琵琶湖から出てる唯一の川なんだって。もうめっちゃ広いよね。海みたいだよね。あの先がじゃあ琵琶湖ってこと？パッと見ほんと海に見えたんだけど、あれ琵琶湖なんだ。じゃあ歩いちゃおっかな。味の伝説の橋、そして日本三大名橋を歩くよ。なんか織田信長がこの場所にいたりだとか、人心の乱がこうやってあったとか、いろいろあるんだって。行ってみよう。おー、滑らかな歩き心地です。すっごい。あっちが琵琶湖か。琵琶湖瀬田川を一望できるマンション。あ、これ、あ、新幹線通ってた。あの新幹線から今見てたんだよ。釣りをしてる人もいる。なんか釣れんのかな、ここ。琵琶湖からつながってるからいっぱいお魚とかいるのか。琵琶湖には1000種類以上の生き物がいるんだって。で、ここが中之島のエリア。なんかあっち側に説明が書いてんだよな。見たい。で、こっちのが短いから小橋か、こっちが。さっきが大橋か。予習してきたんだ。200メートルちょっと。あっという間だね。でも往復します。瀬田の唐橋伝説だ。伝説の橋なんだって。すごくおしゃれな計測器がある何かがあります。なんか琵琶湖の瀬田川の水位とかなんか糾正してんのかな。明治29年の大洪水ではここまで琵琶湖の水位が上昇しましただって。全然違うわ。鳥居川水位観測所、ここのこと？あ、ここで水位を観測してんだ。オランダ人騎士エッセルの指導だって。琵琶市起点だって。あ、琵琶湖一周のここが起点なんだ。待って、あそこに人がいるんだけど、あれ誰？あっちみたいで、どうしよう。もう一回渡ってきて、でもう一回渡ってこよう。めんどくさー。なんかだっているんだもん。今気づいたんだもん。誰？なんとこの場所は急がば回れの語源でもあるんだって。あっちに琵琶湖があるじゃん。それと関係してるんだけど、琵琶湖から流れる唯一の河川がこの瀬田川。めっちゃ広いしさ、これ何メートルなんだろうね。200何メートルか、中之島含めて。琵琶湖ってもっともっとでかいって思うとどんだけでかいんだろうね。おしゃれな道の名前。瀬田の関所からか。松尾芭蕉じゃなくて浮世絵師の版画の誰だっけ、歌川広重。ここだな。行ってみます。よいしょ。邪魔します。おー、こっからも結構いい感じ。守り神？なんか説明ないかな。なんと調べたところ、こちらの方は
俵のトータさんとのことです。伝説の、そう、伝説のパワースポットだな。ハッピーです。早起きしてよかったな。この後の大学も頑張れそう。私今琵琶湖学をやってて、琵琶湖について勉強中なんですよ。で、琵琶湖のことをちょっとね分かった状態で琵琶湖一周とか琵琶湖の周りをぐるぐる探索とかやってみたいなって思ってて、だからね今日は世田川まで琵琶湖学頑張りやす。いろんなことをさ知った上でバイクで走ってみたいんだよ。それを語りながらさ、あずゆめにとっては朝6時とか7時とかって超早いんだけど、いろんな人がさ活発にお散歩だったり、なんかベネチアだったりウンリーネだったりランニングだったり、生命力あふれる場所なんだなって思いました。おつあとはね、もうとにかくちっちゃい用水路みたいな川みたいなのがめちゃくちゃ多くて、それが気になる味。今またあったよ。どこに続いているんだろう。特徴なのが反対は埋まってんだよね。だいたい反対側は埋まってることも確率多い気がする。こんなにこういう用水路っていうかちっちゃいせせらぎ流れてるのってこの辺ぐらいじゃないの？日本でも。どうなんですか先輩、味も知らない。なんか怪しいな。通れ排水路地敷き。排水？これ通れって何？東京レモン？なんかすごいとこ案内されてる、Google マップで。このぐるーって道絶対川流れてるよね。下どうなん？踏切だ。平和堂、イトーヨーカ堂じゃなくてイオンじゃなくて平和堂、初めて見た。高架下踏切だ。もう目的を失ったので人の流れについてきたんですけど、なんか駅にたどり着いたみたいです。疲れました。これにて瀬田の唐橋冒険は終了になります。最後にあずむから一言。伝説の橋渡ったぜ。皆さんもいってらっしゃい。石山駅にやってきたんですけど、松尾芭蕉ゆかりの地を巡る。松尾芭蕉って三重県出身なんだ。マクドナルドと松尾芭蕉とアズリム